YouTube をご覧の皆さん、はじめまして、夏子と申します。記念すべき YouTube ロング動画第1弾は100円ショップセリアの材料だけで作る絵本ラックのレシピをやっていきたいと思います。このレシピはインスタのフォロワーさん人気ナンバーワン、未だに毎日のように作ったよと DM をいただく私の代表作の一つ。材料は全部セリアで買えちゃいます。45センチ ×15 センチの木板を7枚、45センチ ×9 センチの木板を1枚。木製角材は3本で1セットのうち2本を使います。丸棒は2本で1セット。スチール金具 L 字の S サイズを1セット。25mm の長板を1セット。ウッドスクリューと書いてあるネジのセットを1つ。木製立方体は12個セットのうち4つを使用します。使う道具はこんな感じ。三角屋根はいらないよっていう方はドライバーとボンドたった2つだけで OK です。それでは早速行ってみよう。はい、まずは45センチ ×15 センチの木板に木製角材をボンドで貼り付けていきます。セリアの材料って棒だったり板だったりいろんな大きさがあるんですけど、長さは同じ45センチに統一されているので、木材をカットすることなくこの絵本ラックは作れちゃうんですね。ボンドが乾くまで洗濯バサミで固定しておきます。続いては45センチ ×9 センチの方の板に今と同じように木製角材をボンドで貼り付けていきます。はい、イメージとしては最初に作った方が下の段、今作っている方が上の段という感じになっていきます。これね、途中まで本当に何ができるんだかよくわかんないっていう感じで進んでいくと思うんですけど、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。はい、続いてはこちらの立方体の登場でございます。3センチの立方体が1、2、3と3つ入る長さのちょうど真ん中のところにくっつけていただきたいと思います。もう大体で大丈夫なので適当に真ん中、だいたいこの辺かなっていうところにくっつけていきます。測るってすごいめんどくさくないですか？私どうしても測るのがめんどくさいんで、いかに測らずに完成させるかに重きを置いております。さあ、そうこう言っているうちに1枚目の幅が広い方の板も乾いたようなので、こちらにも立方体を貼っていきます。さっきとは違って真ん中ではなくて端っこに貼ってください。はい、また出ました。こちら100均の洗濯バサミでございます。こんな感じでね、乾かしてください。はい、続いてボンドが乾きましたら、この幅が狭い方の板をご覧の向きに置いていただき、裏面にボンドを塗り塗りしていきます。はい、こんな感じで少しで大丈夫ですよ。そしたら新しい板を取り出して縁にこのようにボンドを塗っていきます。多少はみ出そうが足りなかろうが問題ありませんので、もう適当で大丈夫です。はい、大事なのはこの貼り付ける方向です。ここさえ間違えなければもう何でも大丈夫です。こんな感じで裏側に貼り付けていきます。今一体何のどこの部分を私は作らされているんだという感じだと思うんですけれども、ここすごく重要なポイントになりますので、また100均の洗濯バサミでしっかりと固定の方お願いいたします。はい、続いては先ほどの幅が広い方の板に戻りまして、縁の部分にボンドを塗っていきます。はい、どういうことかと申しますと、ちょっと見えづらい映像になってしまって大変申し訳ないんですけれども、この端っこのところにボンドを塗っていき、はい、こんな感じで見えますかね。ごめんなさいね、ちょっと映ってないですね。L 字型になるようにガッチャンコということでございます。こんな感じですね。下にあるのは新しい板でございます。はい、見えづらいとかね、分かりづらいとかそういうコメントが来るんじゃないかなってガクブルなんですけど、 YouTube ユーザーの皆様にも受け入れていただけるように動画編集頑張ってまいります。はい、続いてはさっきの何を作らされているんだかよくわからない板に戻っていただきまして、端っこの部分すべてにボンドを塗り塗りしていきます。ちょっと複雑な形なんですけど、全部にしっかり塗ってくださいね。今回結構見やすくない？この角度いいよね。そっか、こうすればいいのか。こんな感じでナレーション入れながら動画の反省をしていく、そして次に活かしていくというようなスタイルでやらせていただいております。はい、本題に戻りまして、ボンドが塗れたらこんな感じでだいたい真ん中あたりに貼り付けていただきたいです。矢印の板の端っこの部分がはみ出したりしないように気をつけていただきたいのと、こ
こんな感じでだいたい真ん中に貼り付けられるといいと思います。はい、引いてみるとこんな感じになりました。いかがですか？だんだん全容が見えてきたんじゃないかと思います。そしたらさっきの反対側にも同じようにボンドをつけていきます。そしたらここで新しい板を取り出して上に乗せるような形で接着していきます。今見えているのは絵本棚の裏側、さらに絵本棚が横に倒れているようなそんなイメージになります。ここまでボンドだけでやってまいりましたが、100均の板は微妙にズレがあったり歪みがあったりしますので、ここでビスを使っていきたいと思います。100均の板は柔らかくて割れやすいので、できるだけ細いビスがおすすめ。こんな感じで長すぎず少し貫通するくらいで十分かと思います。はい、そして100均の板本当に割れやすいので、キリでしっかりとした穴を開けてください。この作業をサボって何度失敗したことか、これだけは絶対やってくださいね。でもぶっちゃけね、これやっても割れるとき割れるんですよ。でも別に割れてもいいです。私は気にしません。しっかり穴が開いたらビスを固定していきます。よくね、電動工具を買った方がいいですかっていう質問をいただくんですけど、100均 DIY だったら電動工具いらないと思います。全然手動で大丈夫なので、初心者の方にもぜひ作ってみてほしいです。はい、こんな感じでちょっと接着弱いなっていうところがしっかり固定できましたら、今度は絵本棚の上部に当たる部分ですね、上の方にも穴を開けていきます。はい、これはご覧の通り大失敗しております。ここに固定する前に穴を開けとけよって話なんですね。そっちの方が100倍楽なので、皆さん実際作る際はそのようにされてください。ここで息子が限界となりましたので、おぶっての作業になります。新しい板の両脇にボンドをつけてご覧の箇所に固定していきます。絵本棚の背板に当たる部分になります。一つ一つの板の長さが同じとはいえ数ミリ差がありますので、ここでだいたい辻褄が合わなくなってきます。隙間が空いてぴったりくっつかないよってなると思うので、ビスでしっかりと留めてください。さあ、だいぶ完成に近づいてきました。これ完成すると意外としっかりした収納力があって、こう見えて絵本18冊とか入っちゃうので、子供が小さい時しか使わないであろう絵本棚をわざわざ購入するのに抵抗があるよっていう方にめちゃくちゃおすすめの100均 DIY になります。ぜひ動画を見ながら一緒に作ってみていただけたら嬉しいです。そして実際作ったよという方は私のインスタグラムに DM で教えてくださいね。この時の私の頭の中はただ一つ、早くお昼寝してくださいということで頭がいっぱいでございました。やっぱりね、13キロを背中におぶっての DIY 結構きついんですよね。はい、あと息子がお昼寝してくれましたので、ここからはまた身軽になってやっていきたいと思います。続いては絵本が落っこちてこないために支えとなる棒をつけていきたいと思います。こちらの丸棒もセリアで2本セットで110円で購入できるものになります。木板と同じ45センチの長さで売られていますので、両端にボンドを縫ってはめ込むだけでぴったりサイズです。下段と上段に1本ずつ取り付けてください。結構ガシガシ絵本をたくさん入れたい場合、ボンドだけだとちょっと弱い可能性があるので、両端外側からビスを打つことでしっかり強度が出るので安心して使うことができます。こんな感じでひとまず完成です。はい、これで完成でも全然 OK なんですけど、三角屋根をつけるとめっちゃ可愛くなるので、ぜひ一緒に作っていきましょう。まずは 45×15 センチの木板を90度になるように置いてください。そしたら一旦マスキングテープで仮止めをしておきます。完成した絵本棚の角と角が90度に置いた木板に当たる部分に印をつけていきます。はい、そうしましたら一旦マスキングテープを外してバラバラにしちゃって大丈夫です。先ほどつけた斜めのラインを目印にカットラインに印をつけていきます。こちらのスコヤという道具があると簡単に90度を測って印をつけることができるのでおすすめです。私は神話測定さんのものを使ってます。楽天ルームに載せているので気になる方はチェックしてみてください。スコヤだと長さが足りないので定規で書き足していきます。反対側にも一応印をつけていきます。はい、続いてはこちらの木板を斜めにカットしていくんですけれども、テーブルや作業台など重くて動かないものにしっかりとクランプで固定してください。では先ほど書いたラインに沿って斜めにカットしていきます。今回使用したノコギリはホームセンターで1200円ぐらいで買ってきたノコギリになります。
フリーハンドでカットしていますので、正直めちゃくちゃ難しいし、一発で綺麗にカットするっていうのは難しいかなと思います。ある程度汚くてもいいので、切り終わったら紙やすりで表面を整えてあげれば OK です。もう1枚の木板も同じようにカットしてやすりをかけておいてください。はい、続いてはこちらの L 字金具を使って今カットした2つの板をくっつけていきます。さっきマスキングテープで固定したのと同じように90度に L 字金具をつけていきます。今回も板割れを防止するために下穴を開けていきます。使用するビスは L 字金具に付属しているものを使ってください。多分ね、それも考えられてるんだと思うんですけど、100均の板とすごい相性がいいんですよね。貫通しなくて細くてすごくちょうどいいサイズ感になっているので、ぜひ使ってくださいね。今回使用している100均の板は切り材といってすごく柔らかい木材になっていますので、このように手動でも簡単にビス止めができちゃいます。私みたいなか弱い女性でも一人の力で簡単に作ることができますので、皆さんもぜひ作ってみてくださいね。はい、ご覧のような感じで三角屋根の完成です。続いてはこちらの可愛い長板を使って三角屋根を絵本棚に設置していきたいと思います。斜めにカットした屋根の内側の部分に長板を設置していきます。こちらにも先ほどと同じように100均の板と相性のいいビスが付属でついていますので、付属のビスを使って取り付けてくださいね。いよいよ最後の工程になります。今作った三角屋根を絵本棚の上に乗せていきます。屋根に取り付けた長板を絵本棚の方につなげるようにビスで設置していきます。反対側も同じようにビスで固定したら、三角屋根の可愛い絵本棚の完成です。やったー。皆さんいかがでしょうか。使用したのはセリアで購入した材料だけ。総額にして税抜き1300円でこんなに可愛い絵本棚ができちゃいます。屋根を作るのが難しそうという方は棚の部分だけでも収納力は変わりません。総額900円でできてしまいます。こんな風にね、ディスプレイ的に4冊だけ飾るっていうのもすごくおしゃれで可愛いんですけれども、我が家もそうなんですけど、狭い賃貸だとそんな甘っちょろいこと言ってらんないじゃないですか。とにかく収納力命ということで、我が家の絵本の場合最大18冊も収納することができました。小さい子でも自分の読みたい本を選んで取り出すことができるので、可愛いだけじゃなくて収納性も機能性もバッチリ兼ね備えた絵本棚。ぜひこの動画を見ながら一緒に作ってみていただけたら嬉しいです。次回もおもちゃの収納に関するお悩みを解決できる DIY の動画を発信予定です。よかったらチャンネル登録お願いいたします。